はい、どうも、デンです。前回の動画で7センチのエンドリケリーが1年で50センチに成長したよという成長記録動画をアップさせていただいたんですが、今回はですね、ポリプテルスを大きく成長させる方法について詳しくお話をしていきたいと思ってます。特にエンドリケリーやビキールをですね、50センチ以上に成長させたい方や、アロワナなどの大型魚を大きく成長させたい方にも、共通するお話をしていきたいと思っているので、よかったら最後までご視聴くださると嬉しいです。まずはポイント1、6センチ未満のひねてない個体を複数匹飼育するです。基本的にお店でのストック期間が長い個体はですね、餌をたくさん与えられてない場合が多いので、ひねてる個体が多いです。一度ひねてしまうとなかなか成長してくれないので、理想はですね、入荷情報をしっかり確認して、入荷したばかりの個体を買うのがおすすめです。エンドリケリーであれば、上畑さんが小さいサイズのブリードエンドリを、定期的にね、出されているので、夢の60センチオーバーを目指す方は、上畑さんのブリードエンドリケリーを購入されてみてはいかがでしょうか。あと、複数匹飼育するのがおすすめな理由としては、単独飼育だと餌の取り合いもなく、餌の食いつきも悪くなるので、アロワナとかもそうなんですが、4匹ぐらいで飼育した方が餌食いも良くなり、大きく成長しやすいです。自分がですね、飼育しているエンドリケリーも、初めは複数匹で混営させてたんですが、単独飼育になってから急に餌食いが悪くなり、成長スピードも落ちました。このことからですね、複数匹飼育がポリプを大きく成長させる上で、重要なポイントであることがわかると思います。あと補足でエンドリケリーを50センチ以上目指す方はセミショート個体を避ける必要があります。というのもセミショート個体が普通のレギュラーサイズに混じってレギュラーサイズとして売られている場合もあるので、必ずレギュラーサイズを選ぶようにしてください。セミショートとレギュラーサイズの見分け方は簡単なのは背びれの数で見分ける方法です。エンドリケリーであればレギュラーサイズは背びれの数が12枚あります。逆にセミショートやショート個体のエンドリケリーの背びれの数は11枚以下の個体が多いです。しかしセミショート個体でも背びれの数がレギュラーサイズと同じ12枚であることも珍しくないので、他の個体と比べて詰まってないかをしっかりチェックして購入してください。ポイントには外妻がしっかりある個体を購入するです。外妻の大きさは成長には関係ない説もありますが、外妻が生えてない個体よりも生えている個体の方がより大きく成長するのではないかと個人的には思ってます。実際他の飼育者さんのポリプを見ても外妻がふさふさな個体は大きく成長している個体が多いように感じます。外妻にはですね、呼吸を補助する役割があるため、その外妻がしっかり残っている個体は、外妻がない個体よりもたくさん酸素を養魚期に取り込めるため、大きく成長しやすい傾向にあるのかもしれません。ポイント3は餌にこだわりです。メインの餌とサブの餌に分けてお話をしたいと思います。まずメインの餌に関しては基本的に生き餌漬けがおすすめです。生き餌漬けはポリプに好きなタイミングで好きなだけ生き餌を食べさせることができるので、ポリプを大きく成長させやすいです。生き餌の種類によって与えるタイミングも違うので、それを今から見ていきましょう。12センチまではメダカをいつでもポリプが食べれるように水槽内に100匹以上常に入れておくのがおすすめです。12センチになったらコアカを食べれるようになるのでコアカ漬けをしましょう。20センチになったら土壌漬けに切り替えましょう。ここでしっかりと土壌に慣れてもらって、25センチ以降はメインの餌はずっと冷凍土壌がおすすめです。ではね、なんで生き土壌から冷凍土壌に切り替えるのか、理由がありまして、捕食が下手なポリプは生き土壌だと空腹なのに食い損ねることがかなり多く、観察したらですね、冷凍土壌だと1日あたり8匹食べれるところ、生き土壌だと1日2匹しか食べれないという結果も出ました。なので25センチあたりで、冷凍土壌に切り替えるのが、ポリプを大きく成長させる上で、かなり重要なポイントかと思います。今までね、たくさんの種類の餌を与えてきたんですが、食いつき、栄養価、コストパフォーマンス見ても全て最高クラスで、しかも水も汚れにくいので、まだ与えたことない方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。土壌の購入は土壌の大川さんがおすすめです。はい。で、サブの餌に関してはですね、冷凍エビ、キビナゴ、人工餌がおすすめです。
メインの餌だけだとどうしても栄養価が偏ってしまうので、サブの餌を定期的にあげるのが必須です。メインの餌にプラスして必ず与えるようにしましょう。牛ハツやささみも栄養価や食いつきはいいですが、消化吸収が遅いので、月1ぐらいがいいと思います。補足でもしポリプが人工餌を食べてくれない場合は、人工餌を無理して与える必要はありません。昔自分は筋トレをしていて、プロテイン会社のね、アンバサダーなんかもしていた経験があるんですが、プロテインを飲めば筋肉がつくっていうのは大間違いです。実際筋肉をつけるためには鶏肉や牛肉などの、リアルフードからタンパク質を摂取しないと体は大きくなりません。あくまでもプロテインは1日あたりの必要タンパク質、摂取量をですね、補うための補助食なんです。なので人工餌もですね、メインの生き餌や冷凍餌をしっかり食べている場合は補助食扱いで自分はいいと思います。で、ポイント4は水替え頻度は多めで高水温です。理由としてはポリプを大きくするために、たくさん餌をあげたり、生き餌漬けもね、するので、糞で水がすぐ汚れるっていうのと、ポリプの代謝や食欲を上げるためにも、水替えをですね、毎日するのが理想です。高水温がおすすめの理由としては、代謝が上がり、食欲も上がるので、大きく成長しやすいからです。ちなみに27度で飼育した金魚と30度で飼育した金魚の大きさを比較してみると、いかに魚を大きく成長させる上で高水温が重要なのかっていうのがわかると思います。ポイント5、水槽の大きさです。ただ水槽は大きければいいというわけではないです。例えば6センチの個体をいきなり120センチ水槽に入れても、水槽が広すぎて生き餌であるメダカや冷凍餌を効率的に食べさすことができず、結果大きく成長しないという事態に陥ってしまいます。セパレートをするなど、工夫をすれば可能ですが、水槽がね、大きすぎると高水温を保つのに電気代もかかりますし、水替えもね、高頻度でするの大変なので、ポリプを大きくする上ではですね、デメリットが多いです。重要なのは、ポリプの成長に合わせて水槽サイズを大きくしていくことです。そして、ポリプはですね、成長が必ず鈍くなる時期が来ます。そこで水槽を移動する時期は、ポリプの成長が鈍くなる12センチ、34センチ、45センチあたりを基準に決めてます。成長が鈍くなるこのタイミングでですね、大きい水槽に移動してあげることで、成長が停滞するのを防ぎ、結果、ポリプがですね、大きく成長することにつながるわけです。今言ったポイント5つをしっかりとやればですね、レギュラーサイズのエンドリケリーであれば、1年で50センチ以上になる可能性はかなり高くなると思います。成長スピードは、個体の持った素質もかなり重要になってはきますが、ブリードエンドリケリーが短期間で58センチに到達したという話も聞いたことがあるので、ロマンはありますよね。最後にポリプやアロワナといった大型魚を急成長させるデメリットのお話もしたいと思います。基本的にポリプは成長期、どれだけ餌を食べても縦に伸びるので、全く太らないんですが、逆に横に伸びてきたら成長が緩やかになるサインです。急成長する個体は餌食いもいいので食べる量がすごいです。よって内臓脂肪も溜まりやすく短命に終わるリスクもあるので、もしですね、ポリプの成長が止まって太り出したら、餌の量はですね、必ず減らすようにしてください。今回ですね、ポリプを大きく成長させる方法をお話ししましたが、今後もですね、ポリプ関連の動画たくさん上げていきたいと思うので、気になる方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回はですね、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。